結構軽めなんで、一発目はあ、美味しい。トロンとしてますね。お野菜はですね、冬瓜、南京、小芋と、レンコンと銀杏入れてご用意しております。さっぱりとこういけるのと、秋野菜と合わせて。ホクホクです。うまい。レンコンうまいですね。揚げた時が一番美味しいです。白目のおこげ。攻めすぎると次、シャリパサパサになるから。すごい美味しいお米のおせんべいみたいな。美味しい。で、お刺身、マダイでご用意してあります。お塩とわさびがですね、貝醤油ですね、貝のあらでお出汁取って刺身醤油作ってますので、よかったらお好みでつけて召し上がってください。背中のところとお腹のところ入れております。背中を塩で。パリパリ感としっとり感の共存。いい塩梅でうまい。貝醤油とこれどうやって作ってるんですか？頭と骨で出汁取って、で、それ詰めて、で、お醤油と1対1で割って。やっぱお腹の方がトロッと感というか、油ありますね。2日間ですね、コトコト炊いてご用意してあります。手前にですね、梅肉と木の芽ですね、叩き合わせたものをご用意してますので、よかったら一緒につけて召し上がってください。1日目はお酒とお水だけで炊き上げて、で、2日目から調味料を入れて。想像以上に口に入れた瞬間に溶けた。少しシャリの酸味と貝と合わせてご用意してあります。いやー、うまいですね。シャリの酸がかなり絶対、そっちの方がいいです。ほんま酢の物です。マジでイメージ。で、ホタテ磯辺焼きでご用意してあります。上の一切れそのままつまんでいただいて、あとは海苔挟んでお好みで一味つけて召し上がってみてください。うわ、すごい繊質ですね。一味うまい。この炙りの香ばしさと海苔の風味、うまい。これ名前面白いですね。どこのお酒ですか？滋賀のきのこのあんかけで茶蒸しご用意してあります。秋ですね。きのこ結構たくさん。7種類。茶碗蒸しの卵よりもきのこの方が主役というか、美味しい。次サワラの塩焼きご用意してあります。魚の旨味と水分ですね、残した状態でご用意してあります。しっとり。すごい。あ、うまいな。日本酒に合う。最初石垣貝をつまみの間に出したじゃないですか。あれなんであのタイミングで握り出すのかっていうのと、なんで手渡しなんですか？イワシの後のさっぱり感。あとやっぱりシャリがまだ未完成なんだけど、あの状態を食べてもらいたいという酸と貝を合わせた。だから手渡し。あとはもうやっぱお客さんと近づけたら。ミノキさんのガリ最高っすね。おつまみとして美味しい。白甘鯛。これで片面だけ軽く締めて。手が締まってる。うまいっす。噛むとどんどん味が濃くなっていく。握りもギュッと握ってるから噛み応えがあって美味しい。噛むことによってやっぱ伸びてるさ、寿司は。毛先あー、綺麗、透き通ってる。縦横斜めにですね、包丁入れてご用意してあります。シャリの酸とイカの気持ちがいい噛み応えと塩すだしのさっぱりした感じ、全てが組み合わさって完成度が高い。ショトロのつけ最後シャリだけお酢を塗ってあります。ギュッと締まるんで。あ、シャリかなり硬くなりましたね。そうそう、シャリの温度上げたいですね。何これ、うまっ。旨味伸びていくですね。前は全部このシャリにしてるんですよ。最近は自分が物足りないものを作らないとお客さんに使わないんですよ。これが足りてるもの、酸も塩も必要が好きやから冷えたシャリ固めに入れたいです。ギュッ
そう固めに噛むことに米の甘みですね。酸味と塩味に中和されています。噛めば噛むほど美味しくなります。すごいジューシーな小肌ですね。エリの海苔巻きご用意してあります。次、毛ガニ。味噌と入ってます。カニのおはぎみたいな感じ。重い。ふわふわしてますね。柔らかい。美味しい。いきます。木口の口に入れた瞬間から強烈な松前漬けの香りが来る。シャリうまい。終盤すぎなんで、あとこう香りのいいものを一回入れてあげる。最後こうエビとつながっていく。炭もやっぱ産地で全然違うんですか？全然違います。宮崎のさ、火は強いんですけど、タッチが優しいから、で調理するとめちゃくちゃ使いやすいです。次、わさびない方が用意してます。わさびない方がエビの甘みが出てきます。だし醤油に2時間ぐらいかける。またエビもシャリも噛むほどに旨味エキスがどんどん染み出てくる。うまい。甘めのだし巻きで美味しい。煮たやつを今炭火でちょっと炙ったんですか？常温に戻すぐらいですね。下もし入れて閉めてすぐ、もう10分以内にはもうお出汁炊いてるんで。優しい。爪も渋すぎないというか。そこまで濃くなく、程よいこう。チヂミソ。ああ、しみる。塩はいかがですか4枚5枚。4枚ですね。すごいフォルムだ。イワシの青魚感がないというか、やっぱイワシって言わないと分かんない。すごい。のり間に挟んでる。筋がとろっとしててうまい。いくらだと味わえないこの筋の感じが、とろみ、油、卵感、最高です。漬け地によってその牡蠣の香りが増幅されて、シャリとマッチ。うまい。想像以上にミルキーでねっとりしてる。北海道のスイートコーン。高級寿司が作った本気のコーンマヨ。みんな好きやから、すげえうまいし。トウモロコシはとんでもなく甘いから、マヨだからちょっとこってり系かなと思ったらすごいさっぱりあっさり。ちょっとお酢も結構入れてて、マヨネーズと酸味合わせてる。中華ました。食べ応えすごい。全然濃くないけど噛んでいくとふわっとちょっとかんぴょうの香りがくる。うわー、でもやっぱ粒立ちがくっきりしますね。気の力ですね。熱伝導いいから。赤酢の透明感のあるちょっと赤茶色の色でした。やっぱ酸がかなり。皆木さんのシャリは米にシャリ酢というか合わせてるのは何が入ってるんですか？お酢と3種類、お塩、蜂蜜のみ。蜂蜜でちょっと甘さとかコクを出すみたいなイメージですか？自然な甘みの方がやっぱ食べ疲れしない。宮崎の甘いお醤油で炊いて裏ごし、肝醤油。美しい。カ
皮目のメタリック感たまらないですね。肝がやっぱり重要ですね。脂ありますね。お任せの構成、前半のつまみとかも日本料理っぽい料理みたいな感じあるんですか？宮崎で修行させてもらった時に、はい初めてその厨房で料理するっていう、今までこう寿司屋でずっと働いてたから、はい。だからそこでやっぱ勉強させてもらったのが一番自分の中ではでかい。握りの順番とかは白身とかいからやっぱシャリのコマーシャルじゃないけど、それはイメージして。印象が結構強いんですかね。でもどんどんそれが舌に馴染んでくるので、濃いものとこう合わさっていくと最後終着点です。寿司みのきさんのこだわってらっしゃるポイントってありますか？こだわりっていうかは一日の一食は楽しんでいただきたいっていうのはもうずっとモットーやってます。